ああ、ペンチをくれたんだ。逆だ。反対方向に行った。私のこの方向ではない。ぶつかるぞ。ご存知のように、幻冬は人を騙すのが大好きです。今回の新擬態ストーリーも同様だ。ストーリーを見た仲間は偶然を覚えているのではないでしょうか。夏さの副手として、研究開発の住人を兼ねている。しかし、しばしば状況があります。当てにならない印象を与える。彼女を吸域霧と呼んでいる人もいます。ヒリーに及ばないようにツッコミを入れられた女の子は、もしあなたもそう思うなら、それは大間違いだ。偶然を見ないでください。そそかしいですから、いつも問題を起こしています。実は彼女は努力の天才だった。今回の擬態は確かに夏佐兄弟のホームですが、でも私の目の前が輝いているのはむしろ偶然な人の設定です。郊外に面した小白によると、コウは小さい頃から機械の研究が好きだった。小さな発明家と呼ばれています。頼りにならないけど、しかし実力は疑いの余地がない。夏さも彼女の才能が気に入ったんです。地木の開発を担当させたんです。実はコウ自身は九州の重機の出身です。名前を聞くだけでこれも人材を集める組織であることがわかる。ボヤスズメの視線任務では、石力という玉石職人がいます。九州の重機の存在についても言及しました。理由は彼の腕が気に入ったからだ。このように九州の重機は技術組織のように見えます。このような組織に参加できるコウは当然一般的なものではない。もちろんこれはコウの由来から見て。では、今回のストーリーには反映されていますか？現れているだけでなく、しかも場所が多い。まず地木がどこから来たのか知りましょう。9域にはもともと地木はいなかった。天文に朱雀が開いて援助を求めた後、地木は初めて海洋取得の手を経て9域に伝わった。これも支援の戦力だ。9域がずっと発展してきたのは自称の技術だ。しかし地木は妥当な有能な技術だった。域エネルギーは本来のエネルギーと同じエネルギーであることは知られていますが、しかしエネルギーの使用には、両者には大きな違いがある。だから霧を師匠と呼んだわけです。そして研究室でもヒリーの研修書を見ることができます。コウは地木を知ることができると言える。もう天才と言える。名言については、彼はもともと夏さだ。そして過去にサリーを直してくれたミア。だから名言は地木を知っていて、かえってそんなに驚くことはありません。むしろ知者の使い手のタマさんは舌打ちする。地木はハイガルドから伝わってきた。彼女は最初に名言に責任を負わせることができます。彼の素性はとっくに推測されているようだ。次の目玉はドゥーピーの5種の道です。PP といえば誰かわからない人が多いかもしれません。じゃあメイドの擬態を思い出してみましょう。鏡にはたくさんの噂があります。その中にはメイドの姿があります。私たちはヒリーとメイドと一緒に行きます。ヘンリアット財団の跡地。そこでロボットの覚醒に触れました。詳しく解読すると風の大きビデオを検索することができます。この探検の後、再びヒリーにお伺いします。彼女の家にはガンギエーというロボットが増えています。会話で分かった。ヒリーは財団の跡地から回路基板を持ってきました。そしてオスミウムを作りました。同然の話をする。普通ではありません。キリが家にいた時、ガンギエーの会話はミナスタバを取ることを主としている。普通の人工知能のように見えます。でもキリが家にいなくなったら、彼の本性が露呈した。自分を母子と自称している。もしメイドがそれを分解しなければならないと聞いたら、母子という言葉はヘンリアット財団の最上階から来ました。孤児院に投資した子供を養子にしました。彼らを命令に従うことしか知らない殺し屋に育てた。その中にはメイドのアナベラがいます。これらのトップリーダーは自ら母子と呼んでいます。母子と名付けられたのもそれに倣っています。ヘンリアット財団の跡地を探索した時、知的覚醒に触れています。ガンギエーもその一人です。いつまでも人類を征服しようとしない。自分の旅は星の海だと思っています。残念ながらヒリーはその足を阻んだ。地木が9域に入った後、キリはコートの連絡を担当していた。技術的支援を提供しています。その間に、キリはクリプトンのデータをコピーした。これが9域地木実験室を担当するドゥーピーです。今回の実験室の事件は、メイドとキリーこそ張本人だ。全てが繋がっているような気がしませんか？これも今回のストーリーが素晴らしいと思った理由です。しかし事件はそう簡単ではありませんでした。私たちが騙された後、脅威に対処するホモ中黒サピエンスを見つけた。地面にいるのは自分のために作った体です。比較としてガンギエーを見ることができます。両者は意外にもきちんとしている。メガネを作ってくれました。率直に申し上げますが、ヒリーに引きずられたんだ。分身が体を作ってもヒリーの影響から抜け出せなかった。死体の横に日誌がありました。その中で PP 計画の開始と終了を詳しく紹介した。詳細は後でお話しします。ここは偶然の部分しか見ません。最初はこうには見向きもしなかった。でもこの日までは、地木ネットワークの権限が制限された。これからもです。偶然にも始めた。これは私の憶測ではない。その後コウが駆けつけた後、彼女の言うことが見える。すべては計画中だ。見ないでください。困ったような顔をしています。これはすべて彼女の計算だ。ただまさかいるとは思わなかった。夏さが仕事を視察に来た時、虚無天使が突然行動しました。結果は彼女の予想通りだった。しかし時は彼女を殴った。コウは本当に簡単ではない。再び上の階に戻ると、急いでストーリーを行かないでください。机の上に精巧な自伝がある。多くの人は彼女が地木の改善をしたと思っています。打足の味がする。彼女の実力を疑っています。この全てが彼女がわざとやったのだとは知らなかった。優秀な機械師が、需要リスト以外の隠れた需要を自発的に発掘して満たさなければならない。これこそ偶然の初心だ。彼女に能力がないわけではない。あまりにも洗練されすぎています。彼女が研究室で寝ることも含めて、コウは十分な努力だけではない。勉強の才能もあります。このような才能と努力の天才は、
さすが9域トップのメカニックだ。でも言わざるを得ない。幻冬の天才メカニックは多少個性的すぎる。オタクと社会恐怖のゼロ。武器音楽のコバルトブルー。浅水に溺死したヒリー。どれも天使の卓越している。しかし考えはとんでもないことになりました。今は残業魔の子を加えて、幻冬最強騎士4人組が誕生しました。偶然の人物設定を見ると、研究室全体のストーリーを読むことができます。笑いの日常に隠されているのは計算と謀略である。このストーリーは今回の氷山の一角に過ぎない。これから今回のストーリーのテーマに入りましょう。サリーとシャゾ兄弟の9域で再会。辛い男がやっと帰ってきました。最初から見てみましょう。実行者はサリーから通信を受けた。元はタマさんであり、我々に招待されたのである。今お暇ですか？さっきタマさんから連絡があって、この履修府へお招きしましょう。すぐにサリーと合流する。姫玉今回の話の目的ははっきりしています。サリーが迷宮に波風を立てるより、サリーを迷宮に誘導した方がいい。でもこの時の迷宮の身分に注意してください。夏さは生きがいの人だ。またスーパーコンピューター列の口の中の変数です。今も新任の玄武様になりました。9域地獄の研究開発を担当しました。姫玉は迷宮のトップ上司として、このような実力のある有能な部下は、彼女は本当に手を離すのですか？私たちとの会話では、タマさん巧みに提言を述べた。迷宮に過度の刺激を受けさせないことです。この点については、私もずっと悩んでいました。タマさんは夏さの記憶を取り戻そうとしているのだろうか。これまで見た文学作品から見ると、主人公の記憶喪失の恥もたくさんあります。記憶回復のきっかけは記憶の地を訪問するか、昔の思い出を再現するか。しかしタマさんはどちらも選択肢がありません。私たちに注意を促す方法です。選択権を渡してくれました。物事を処理するのは積極的に見える。しかしこの行為はみんなを呼んで話した方が効果的です。もちろんその点についてサリー、その後も説明されています。記憶を失った人が目の前の肉親を見ていると、自分が記憶を取り戻すことを絶望している。でも自分ではできないとき、その無力さは人を矛盾させる。それが原因です。サリーはシャドウと認めることを諦めた。しかしタマさんもそう思っているのだろうか。前文にも小風が言及した。タマさん夏さに地獄の研究開発を担当させていただきます。夏さの素性を判断したということです。サリーとの会話から見ると、姫玉も夏さが迷宮だと大確率で思っています。これらの情報がある以上、なぜもっと激しい方法で兄弟を認められないのだろうか。ここの会談は私にはもっと口実のように見える。もしタマさんが自分から迷宮のことを言わなければ、これからの9域生活の中で、サリーも迷宮の存在に気づくだろう。その時はかえって事態がコントロールできなくなる。今のように自分から出しても自分から責任を負わないのが上策だ。神宮の主はやはり恐怖のごとし。もちろんこれもタマさんに濡れ衣を着せられたのかもしれません。もし彼女が兄弟再会を楽しみにしていたら、どう思いますか？タマさんに会った後、迎えたのはサリーの告白だった。お兄ちゃんが避難所の手入れをしていて、カルおじさんはお酒を飲む習慣を直した。二人で遺跡に冒険に行きましょう。彼女は私たちがゲームに入ったばかりの生活を描いているのではないですか？平凡なのに幸せだ。サリーの心の中で、普通の人の生活を送りたいんですよね。でもそれはもう帰れない。サリーからナミシスになった瞬間、彼女の使命は変わりました。ナミシーズは賢者の熱い期待を託した。賢者の計画の一環でもあります。彼女の一生は平凡ではないに違いない。だからここの想定もただの望みです。サリーが自重しているように、大人になっていない子供のように聞こえる。サリーはまだ私たちを慰めている。迷宮が夏さでなくても、彼女も何か役に立つことを望んでいます。ウィラまでストーリーが進められた後、サリーはお兄さんのことを忘れたのではないかと多くの人が思っています。京都のランプとワインの緑はもう人を感動させますから。嬉しくて職を思わなくなった。でも実はサリーは忘れたことがない。過去のストーリーをひっくり返す。新しい地域の任務はサリーが引き受けたことがわかるだろう。どうして彼女は身を危険にさらすことを惜しまないの？様々な危険な任務にも参加しなければならないのでしょうか。彼女は十分な場所を探しに行くから。そうすれば彼女は安心できる。だからビラを見ないで。お兄ちゃんを探すシーンは少ないです。しかしサリーの足跡はベラ全体に広がっていた。最後に諦めなければならない。9域の出現はさらに彼女の心の中の希望を燃やした。特に9域は同じ海域帯を持っています。夏さの行き先を推測していたのは、海域帯の領域に迷い込んだことです。だからサリーが来ても根拠がないわけではない。彼女も目的性を持っている。幻冬のストーリーはいつもそうです。ざっと見ると何の変哲もない。しかしよく遂行するのは合理的です。幻冬にはバカなキャラクターはほとんどいません。あるのはそれぞれの立場と計算です。翌日サリーと合流した後、迷宮に会う場所に来ました。ここでは余計なことを言う。これを担当したのは、外観性放送から見ると、今は米米についています。信州へ植物の研究に行った。同時にタマさんは私たちにお茶を飲むストーリーを探しています。迷宮 PV の後にも続きます。幻冬のストーリーはついに穴を掘って埋められないわけではありません。針の糸を縫って編み始めた。遠くの明るい景色を見ている。サリーはしっかりしている。彼が長年離れ離れになっていない兄の夏さだ。本当のことを言うと、これは外型も変わっていない。わからないから幽霊がいるんだ。しかし続いてサリーは再び病気になり始めた。では、どうすればいいのか。何を言えばいいですか？もし彼が私たちを覚えていなければ。幸いにも実行者の親切な保証がある。これから何があっても一緒に直面しましょう。これはどんな古老の言葉か聞いてみてください。実行者の上昇は本当に高いと言わざるを得ません。だから結婚しないのは何ですか？サリーは勇気を出して階段を降りた。それと同時に、迷宮は部下の報告を聞いています。
ここの域英服を注意してください。彼は李州や信州の域英ではない。玄武が漢州を担当して分けると、矢筒を背負った域英は漢州域英である。明慶は新世代の玄武様として、智木のアルバイトをしていても、しかし玄武自身の役目も忘れてはいけません。ここの地域英が何を報告しているのか気になります。後のストーリーのために伏線を張っているのではないでしょうか。前の宮氏と4人の大人が集団で直州遺跡に入って消えた。旧域指導部の再編を招く。今のところ遺跡を探索して老朽主を捜索する可能性が最も高いのは、新任の玄武と白虎です。数州遺跡では一体何が起こったのでしょうか。これはまた旧域主題歌無限像を思い出します。中に釣りをする翁。彼は一体誰だろう。話が遠くなりました。ストーリーに戻りましょう。サリーは明るい姿を見ている。彼が兄の夏さだと 100% 確信しています。恍惚とするにつれて、二人とも当初の姿になったようだ。でもこれは全て幻想です。明慶は本当にアナツの記憶を忘れました。同時に忘れたのはサリーという妹も。実行者は何度も催促した。サリーは幻想から目を覚ました。サリー。明慶は依然としてくじを公にしている様子である。智木の開発の仕事に真剣に直面している。風ちゃん前にも言っていました。智木は旧域設定における非常に重要な構成部分である。旧域の現状は野外で見たと思います。9人の兵士が1人の糞を殴ったとは限らない。このような戦争比では、旧域は間もなく無兵利用の域に達するだろう。この時甲斐義徳がもたらした智木は勝利の急を解いた。戦闘型智木が勢いに応じて出る。そうなんです。旧域の探索では、解放箱でも解読しても、与えられたのは全て智木に関する資源です。智木が今の旧域に重要だからだけ。明慶によれば、私たちの今日の任務は進捗を調べることです。人の言うことは指導者の視察だ。そういえば皆さんは知らないでしょう。指導者視察である以上。では当然検査に対応しなければなりません。次に甲がどのように対応するか見てみましょう。すぐに明慶に続いて子連れの智木研究開発実験室に来ました。ドアに入った途端偶然の悲鳴が聞こえた。これはまるで大規模な職場危機だ。現実に置いておかなければならない。たとえクビにならなくても、小さい靴を履かなければなりません。明慶を見てくる。折よく忙しくて慌てて走ってきた。地上には亀の智木がいるから気をつけて。さっき彼女が言ったのはそれだった。甲が慌てた説明を整理しようとしたんだけど、明慶はとっくにおかしくないようだ。また現場を整理するんだって。また字が見えてきたが、偶然は初版ではない。器用な後ろのテーブルに注意してください。コップもひっくり返されています。このように見ると、偶然は確かに頼りがありません。ある角度から見ると、偶然は幻冬そのものに似ています。幻冬はよくゲームをめちゃくちゃにします。道行く人は彼女が能力がないと思うだろう。しかしこれは幻冬が確信を止めたことがないからです。確信が続いているので振り回され続けています。問題が次々と出てくる。偶然に述べたように、幻冬はみんなの隠れたニーズを掘り起こしています。幻冬も頑張っています。甲は996に満足していない。幻の塔も同じです。京都スタジオから視線に。スタジオの努力も実感できます。さもないとこんなに早く内容が更新されます。こんなに高い生産能力はどうやってきたのですか？幻冬のストーリーはゲーム自体に代入できることが多いです。これが公式の自重かもしれませんね。幻冬は本当に育成系ゲームです。違うのは他人が役割を身につけることです。私たちはゲームを身につける。上司に人前で悪口を言われる。偶然のメンツにも少し無理がある。明慶さん何かお手伝いしたいことはありませんか？うまく言い逃れされた。いいえ、私は十分な準備をして、あなたとお二人のお客さんのお越しを待っていますよ。いい機会ですね。このまま逃してしまった。残念ながら逃げた中学1年は中5には逃げられない。後の明慶は相変わらず面倒なことを処理してあげなければならない。ここの壁の線路に注意してください。ここの路線は明らかに両側のディスプレイに接続しています。私たちは9域がエネルギーを使用していることを知っています。じゃあこれがドメインエネルギーの使い方です。今の電気エネルギーと変わらないように見えます。このような技術的な実験室は、まさか9域を終戦の世界だと思っている人もいるのではないでしょうか。これは妥当な SF だ。甲は指導者の視察を接待する担当者のようだ。研究開発の進捗を紹介してくれました。まず智木が提供した戦術偽装です。智木の頭にはドラゴンボールのような単眼メガネが追加されています。ドラゴンボールの中で、これはベジタの装備だった。敵の戦闘力を示すことができる。古典的な名場面が生まれました。戦闘力5未満のカス。幻冬はネタを楽しむことができます。ここの智木も同じ単眼メガネを使っています。周辺の安全指数を評価しています。フレンドリーな機械態度はサリーのことです。未知の脅威とはピーッとしたことです。しかしここでの評価基準には明らかに問題があります。研究室内に50を加える。未知の脅威が1を減らす。戦術偽装を触発するには何人必要ですか？智木が脅威を知っているのも無理はない。何も動きませんでした。折よく智木にあってメンツを立てない。緊急モジュールを起動します。なんと、緊急モジュールを有効にする。退社し現場とも言える。明慶の安全指数はなんと100に達しています。でも玄武への崇拝が多いような気がします。そうでなければ実行者とサリーを合わせて20だ。これは弱いですね。デモが終わりました。明慶もいい加減にするしかないんだ。次はお安詰めです。合成食品の機能を追加しました。生きが大晦日と戦うことを考えると食事をする暇がない。ここの初心はいいです。何も言えない表現です。卵を産む方法で。既製品なら受け入れられないわけではない。でも現場を見て作らなければなりません。人はしびれただけでなく、ヒジャンさん自身も疲れていました。見学が終わるまで、合成食品の誕生も見られませんでした。次にご覧になったのは音声モジュールを持つ智木です。
簡単に言えば愛ちゃんのスピーカーを搭載した機能です。獣の鳴り声を真似することができます。吹奏楽を聞いてもいいです。音声メモもできます。偶然ね、急に変な気がして。私たちの新しいシステムには致命的な穴があるようですが、もう一度見てみましょう。君も気をつけなさい。メッセージを残しておきますよ。キリーの声が突然現れて、もう一度神が攻めてきた子。頼りない感じをもう一度追加してください。子は窮地を脱するために、次の地獄しか見学できません。虚無天使は間製の旧連邦から来た。つまりノン連邦です。虚無天使は生まれつきのリーダー気質だ。頭にも単眼メガネをかけています。これに機能を追加しました。部下を指揮する権利がある。虚無天使には一定の自主意識がある。だから地獄古文隊を連れてベースキャンプをつくことができます。しかしデモの時には、虚無の天使はまだ動いていない。玄武様の存在は絶対安全を意味します。明るい景色もちょっと気まずいです。まず見ながら行くしかありません。彼はこうに続いて奥の部屋に行きました。冥系はこうを叱ってくれると思っていた。結局写像の仕方のない小さな目しか見えなかった。最後はさらに額に手を当てて、今の冥系は自分の依頼が人ではないと思っているのではないでしょうか。こうはおとなしく横に立っている。大気は息ができません。悪いことをして叱られるのを待っているような子。周辺を見て時間を潰すしかありません。黒板の前に来る。上に仕事のスケジュールがあります。午前中は3時間半働く。午後5時兼半働く。夜はあと1時間半働きます。合わせて10時間半になりました。後ろには個人残業時間があります。996は牛を呼び捨てなければならないのを見ました。巧みな勤勉さは霧の怠惰とは対照的である。霧は大丈夫だから家で寝てたんだよ。サリーのいる場所に来て、机の上にキリーの研修書が置いてある。幸い分かりにくいものだった。キリーの逃亡秘書を持ってきたら、それはまた機械師の尾行を引いた。これがヒリーの授業のようですね。サリーは疲れた小さなヒジャンを調べている。研究室では仕事が好きなだけでなく、他の助手もそうです。サリーと話して知ったのは、彼女は冥系の体に異様な習熟感を感じた。特にこのような視察作業の感覚は、当初の夏さが避難所の事務を処理していたように、サリーの話からもわかるように、冥系は依然として夏さ時代の処理行為習慣を保っている。実行者はどうでしょう。記憶喪失です。私たちは本当に電気技師になったことがあるのでしょうか。そうでなければどうしてそんなに周囲の仕事ができるのだろう。その時一匹の地獄が奥の部屋から飛び出してきた。虚無天使のいるところへまっすぐ行きます。実行者も PP に惹かれました。この時レンズの画面に注意してください。地獄古文隊はすでに行動を開始した。一瞬痺れてしまいました。前の両地獄は自分がコントロールしていたと言っていました。次の瞬間地獄は自分に向かってきた。私たちは地獄が暴走したと騙すしかありません。幸い私たちは一歩遅れました。そうでなければまた虐待だ。幻冬はこのような悪役を助けるストーリーが好きです。いつも最後に教えてあげる。騙されたのか。その中で一番印象に残ったのは京都の任務の一つです。林野の講演会視線。任務の目的を教えない。君に仕事をさせただけだ。幸い最後は悪いことではなかった。しかしこれは幻冬がゲームのタスク自体について考えていることを示しています。今までずっと、プレイヤーが任務をするのは全て報酬で駆動されます。あなたは任務自体の間違いを気にしますか？幻冬はプレイヤーに意識させようとしています。頭を持って任務をしなければならない。そうでなければ敵の仕事を手伝っている可能性が高い。売られたら他の人にお金を数えてあげます。ここの典型は鉱山の金オーナーです。急いで地獄についていかないでください。この時部屋に戻ります。サリーが席を変えたことに気づくだろう。彼女は自分の兄をじっと見ている。幻冬のストーリーは絶対に急がないでください。当はいつも目立たない細かいところを隠すのが好きです。しかしこれらの小さな詳細は、それがストーリーを見通す鍵です。はい、次は地獄を見に行ってもいいです。下はとっくに一鍋の粥に乱れている。っていうか虚無点使って本当に何でも乗れるんだよ。さすが生まれつきのリーダー気質だ。PP もクズだ。このまま見失ったなんて。これは本当に恨まない。天使がいないとコントロールされていません。そしてここの監視画面はずっと変わっています。すべての監視カメラが同じ場所にある場合もあります。虚無天使の存在が見つからないのも無理はない。監視カメラの一つに展示されているのはコード冥系の会話です。巧みな動作をよく見なければならない。二人で研究開発状況を交流したとき、亀の地獄が入ってきた。言うことが遅くてその時は早い。ひょろひょろと矢が小亀の前に立ちはだかった。冥系の視線を遮断した。彼女は冥系の質問に真剣に答えているように見える。実は亀の動きを観察していました。亀が出かけようとしたとき、またちょうど冥系の身の前に立ちはだかった。これらの小さな動作は全て実行者によって眼底に収められている。こんなタクちゃんは愛していますか？冥系と共に深いため息をつく。私たちの覗き見は終わりました。冥系にも苦しみがあって言えない。ここは本当に能力があります。しかし残された困難も多い。それに自分から手伝ってもらわないと、後の諸葛亮にしかなれない。偶然がどんなサプライズをもたらすか全く想像もつかなかった。こんな部下がいます。心が疲れていれば形容できるものではない。肝心なのはまだ努力していることだ。もう研究室で寝ています。こんな部下も叱責するに忍びない。ちょうどその時、PP は新しいニュースを持ってきた。地獄古文隊が奥に近づいています。PP は明らかに少し慌てました。口調も急になってきた。早く捕まえて。実行者は PP の変化を鋭く発見した。研究室の中心地だと嘘をつくしかありません。でも実行者の手紙を見ますか？コート冥系を覗き見した後、こうは本当に有能だと知りました。書位が未熟だということです。つまり彼女は以前の見学で、私たちに見せてくれた機能は本当に存在しています。では問題があるのは、地獄が今やっていることは脅威を整理することです。
実行者の行動を見ないでください。実際は抜け目がありません。そしてもう一つ間違っていることがあります。その知的なイメージです。実行者はヘンリアット財団跡地に行ったことがあります。このイメージをもう一度見て、あまり考えないわけないでしょう。パチパチと音がするにつれて、ブクブクした体は分解された。偶然声を聞いても急いできて調べてみた。彼女が最初に尋ねたのは PP だった。しばらくはまだブツブツに手を出すつもりはなかったことがわかる。でも朝晩のことです。PP のログを見てみましょう。1編目はヒリーのマシュから逃げた。残念ながらただの分身です。だからガンジーはまだヒリーの支配下にある。2編目はすでにブクブクしていることがわかる。うまくいく準備ができた。5種の身分も暴露しました。3編目になった。詐欺の段階に入っています。うまくいっています。PP 説明から見ると、9域にはこれまで地獄はいなかった。コードヒリーは比べ物にならないと思っています。ピープルの目にはヒリーの能力が認められています。この時はすでに巧みに地獄ネットワークにアクセスしました。ローナグ4ナグ55、それが地獄ハミナブブクしたコントロールに戻った。4編目になった。ドローンの5か人合行はすでに秘密に行われています。最初のステップは5種の身体を作ることです。でも偶然でほとんど寝ませんでした。小さな動作もゆっくり進んでいます。5編目になった。状況が逆転した。地獄ネットワークの権限が制限された。これからもです。偶然の問題にやっと気づいた。6編目になった。偶然の評価が両極逆転した。巧みな学習速度と仕事能力はあまりにも驚くべきものだ。開発した長官はドローンから離れていました。タクは手を出す準備ができているようだ。ブーブーは最高の仕方ないしです。ネットワークにアクセスしない理由は説明できません。次の日誌は自己警告です。私たちが来る前に、長官がもたらした大きな脅威に気づきました。でも本体の分身なんだから、完全に捨てられるデータのバックアップです。最後の日誌は命形からの情報を受け取った。認証を通過すると地獄の投入が加速します。これは PP にはまずい。だからそれをやめなければならない。それは今回の指導者の視察を破壊することだ。ここまで言えば、何か見つかりましたか？そうです。河野地獄は研究開発に成功できなかったわけではない。ずっと背後で悪巧みをしていたのです。偶然私たちに見せてくれたとき、ずっと後ろで私たちを見ています。だから見学はとてもうまくいかなかったんです。考えてみてください。もしあなたが地獄の責任者なら、これらの機能は未成熟です。あなたは上司に見せますか？自分の顔を殴ってるんじゃないですか？普段の地獄の使い方は普通です。私たちが見学した時だけ問題が発生しました。これこそ手の施しようがない。私たちが戻った時、コウは虚無の天使とはるかに向かい合っている。彼女は虚無天使の行動に意外ではなかった。時間的に偶然ではありません。ちょうど命形に間にあって視察に来た。ここで起こったことは全て秘密にしてほしい。全ては計画内だと言いました。確かに体の存在を知っていたことを証明しました。かわいそうな PP はそのままロバを殺されました。やっぱりメカニックは怖いんですね。この時上層に戻る。画面の中の PP がなくなりました。完全に消滅したようですね。机の上にキリーからコウへのメッセージがありました。キリに師匠と名乗る。こんな大きな危険を9域に落としてしまった。うまく対応していなければ、地危機になる可能性が高い。隣には偶然の呪術が置いてある。ここから私は偶然が簡単ではないことに気づきました。なぜ小風の解釈はいつも意外なのでしょうか。これが情報の差による結果です。もしここの資料が見つからなかったら、私も偶然は頼りないと思います。このような判断は全て間違っています。しかしこれらの資料があったからこそ、実際のストーリーを復元することができます。幻冬は魂の物語では二度と戻ってこないと言わざるを得ない。この資料が一部足りない。ストーリー全体が間違って理解しているかもしれません。コウは本当にすごいです。でももっとすごいのは知人がよく使う名形です。巧みな能力が気に入っている。何度も後始末をしてきた夏さ。眼光こそ真の独善である。上の階に戻ったら、人々は研究室の前に集まっていました。急いで外出しないでください。ここにもいくつかの資料があります。キリーにも真面目に仕事をしているようだ。別の視線にあります。キリーは9域に来て経路政界に参加した。病気を抱えて働いているんです。幻冬のキャラクターは思ったほど簡単ではありません。頼りなさそうに見えることもあるけど、でも仕事をしていた時は意外と真面目でした。これこそ人間がこのような劣悪な環境の中で生き残る秘訣ですよね。偶然に別れを告げた後、階段を上がったばかりです。実験室からの声が聞こえた。手を離せ。手を離して。これは押してはいけません。絶対にダメだよ。事故がなければ事故が起こる。空の天使が地獄のアップグレードボタンを起動しました。これも地獄のせいではない。コウが作った地獄は優秀だとしか言えない。地獄は脅威を処理するものだ。今の最大の脅威は不運だ。それは分かりにくいことを処理するためには、ホモ中黒サピエンスをアップグレードするのは間違いなく最良の選択だ。かわいそうに偶然また鍋を背負いそうになった。メイケイとの会話の中で、彼女はまだことを隠そうとしている。結局人手が全然足りなかった。白状するしかない。仕方ないメイケイを見て急に心が痛くなった。天才的な部下はいいことだ。でも3日中に問題を起こしたら、心を壊さなければならない。メイケイはすぐに指令を下した。そちらを片付けて、死は私が処理します。実は私の名前を直接呼べばいいんです。大人という身分は気にしていません。メイケイにとっては、身分は責任を意味するだけだ。実はここも穴を埋めています。着服から総評夏さはずっとネタだった。しかし夏さにとっては、避難所のリーダーはただの責任だ。彼はこれを権力だとは思わなかった。彼は全ての人が彼の命令に従うことを望まない。避難所を身内で処刑するのもみんなの共通認識です。彼はリーダーの権力で強制的に受け入れられるとは思わなかった。人に押し付けていない以上、何が総評の説なのでしょうか。全てはそれぞれの選択だ。
次は名系も看板を出します。研究室で大きな音がした時、彼はこのような状況が起こることを予想していた。実は偶然というのは私もあまり意外ではありません。さっきあんな大きな動きを聞いた時からこのような発展を予測していたのではないでしょうか。名系はこう評価した。やはり彼はこうをよく知っていることがわかる。さすがに人をよく使う指導者である。まあね。彼女は天分と想像があり、考えがあればすぐに実施する行動派だ。全体に与える影響を無視することもあるが、彼女はプロジェクトをより良い発展に向かわせることができる。自分を証明するために成果を出したいという気持ちを感じることができます。でも、いつも他の人の助けが必要です。ここも穴を埋めています。努力して成果を出して自分を証明する。これは誰のことですか？どこかの折役門ではないだろうか。遺跡探検の妹に行きましょう。あの時のサリーも同じように自分を証明しようとしていた。でもあの時の夏さは今のような寛容さはありませんでした。彼は妹を溺愛している。彼女は少し悔しい思いをするのではないかと心配している。しかし今の名系を見ると、もうだいぶ成熟した。卓にやらせてやる。自分は後ろで黙って破局を片付けています。それがサリーの理想だった兄の姿かもしれない。市場に着いたら、折よく商法にあって鳥を捕まえているところだった。商法と生涯は同じ兄弟です。彼らは小白の孫と孫娘です。名系ストーリーの常連ですね。サリーとの関係を比喩的に表現しています。アップグレードしたボヤスズメを捕まえていることを知りました。私たちも早く助けに来て。しかし結果的には、これは大王のおかげです。さすが9域第一神剣。軍は潮を読んで住みかの日を踊ることができる。部下は上から飛び降りて地獄と戦った。これでボヤスズメはおとなしいだけではない。噛まれて動けません。大王は何本か歯が崩れているかどうかわかりません。消防のところで知った。これはバカ3番と4番です。1番2番の時計バーの屋台もあります。話を聞いて急いで小白のところに来た。小白はさすが9域に生きている歴史書ですね。彼は何でも知っているような気がする。息子に孫がいなかったら、彼が一番大きいボスだと思っていた。ここは意外な情報を話します。名系はなぜよくお茶を飲みに来るのか知っていますか？風ちゃんは前の解読で言ってました。名系はお茶を知っている人ではない。彼がずっと茶店に来たのは、地木の様子を見に来たんです。ここの地木はこうから送られてきたから、彼は何か問題があるのを恐れている。意外ではないですか？話を元に戻す。小白のここのアホ1号と2番。アップグレードなんて言わないで。起動したことがありません。雲の巣ができそうだ。実行者の心の中ではビクビクしている。起動しなくてよかった。そうでなければ茶店は終わります。名系とサリーはそれぞれ地木の修理を担当していた。アナツにいた時、家族が地木を修理するのを見て、こっそり勉強しました。実行者は楽な暇だ。小白も自分から話を始めた。ここの呼び方に注意してください。小白は彼を大人ではなく名系と呼んでいる。名系は新世代の玄武ではありますが、しかしそれ自体は新民です。これも身分が責任だという彼の言い分に合致している。名系にとっては、身分を無視できるコミュニケーションが彼の心の憧れです。小白は私たちに偶然の子供の頃を話してくれた。発明力は爆発しましたが、でも意外も絶えない。名系が彼女の才能を気に入ったのだ。千里馬が伯楽に出会うという意味がある。彼女の才能が気に入って、このプロジェクトを彼女に渡したのです。子が研究室に住んでいるのも無理はない。これも感謝かもしれません。次に小白も名系がよくここに来る目的を口にしました。心配しない子の傑作です。それと同時に、名系とサリーはまだ地木を修理している。ここに注意してください。レンジはサリー、ちょっと待ってください。すみません、サリーさん、自分でやり。もう一つ聞いてみましょう。二つの文の呼び方は違う。名系の心の奥にはナツさの潜在意識が残っている。だからサリーと呼んだんだ。サリーも以前の避難所のエピソードを話してくれた。修理したのはミヤだ。いいやつだ。ミヤの喫音の張本人がついに見つかった。写像に壊されたのではないか。小白は夜に一緒に敬老生会に参加することを提案しました。サリーも興味を持っている。もっと名系と付き合う機会を逃してはいけない。サリーが行ったら実行者も承諾してくれた。次はスザク軍営へ。足の道を通る。中から救助の声が聞こえてきた。おい、誰か助けてくれないか。近くで見ると、いいやつだ。大規模な丘が集まっている。真ん中の丘がもっと目立つ。また光るよ。戦術偽装じゃないですよね。戦術露出と解明しましょう。こんなに明るく考えても目立たなくてもダメだ。もっと遠くの川には死体があります。小風 3.1 小放送を見てそのビデオを解読することができます。みんなが前後に来た。助けを求める報求を直接無視した。回転して死体を観察しています。やっぱり戦いの地木がやったんですね。9つの生贄は1つの風には勝てない。小さな地木に解決されました。この一幕は大いに名系を揺さぶった。これはホモ中黒サピエンスの研究開発を推進するための下地にもなりました。名系は安全指数の見直しを命じた。相変わらず名系様が100点をリードしています。実行者サリー20点醤油。この評価規則は変更する準備ができていませんか？片岡まで20点あるんだよ。偽装を解除した後、光る丘が人間になった。彼の名系に対する呼び方は大人である。9域の人は玄武を尊敬していることがわかる。名系は簡単に彼にいきさつを説明した。男は理解を示した。研究室が何をしているのか変だった。今はまだ少し腕があるように見える。完全にしなければならないことです。ことを解決してすぐに兵営に来た。地木たちは努力して練習している。テスト服に比べて、動作はすでに最適化されています。まだ勢いがあります。亀に乗る虚無天使です。
どう見ても可愛さしか表現できない。彼はこの自閉営内にいた。智木が人間を救うことに成功したことを知りました。一頭の不運を殺した。みんな驚いていた。この智木たちがこんなにできるとは思わなかったよ。これも明慶が智木を研究しようとする心を固めている。偶然の考えはデタラメではない。未来の可能性です。聞いて、これらを解決してから。明慶の気持ちはもう良くなりました。戦闘智木の臨機応変は予想外の収穫と言える。っていうかこれらの智木は全部持っています。いつ長官モジュールを追加しますか？私も智木古文体が欲しいです。次は敬老正会に参加します。場所は極菓子古道にある。正解は別の州で。公式に直接お祭りがあったとは思いませんでした。意外ではないと聞いて驚きました。明慶は半球域の人として自然にガイドになった。しかし彼は迷っていた。どう言えばいいんですか？記憶喪失の受講者と同じように。私たちのアイデンティティは最初に避難所から与えられました。サリーが新しく来たと言って私たちを避難所の一員にした。その後また関与職に徴用されました。実行者になりました。これが私たちに与えられた使命と意味です。明慶も同様である。旧域で言えば、彼は過去のない外来者だ。新しい玄武になってから、存在を認められたんです。しかしその認めは玄武になったからです。明慶本人の承認ではありません。これも彼の葛藤です。偶然だけじゃない。明慶もできるだけ早く成果を出したい。彼への期待に依頼ています。急に今回のお祭りも病友交流会だと気づきました。2つの記憶喪失と1つは変わった顔をしています。サリーは記憶を失ってないけど、でもサリーからナミシスに改造された。彼女のこの多動な転生分のやり方は適切になった。そして逆に明慶を慰めた。友達の付き添いは、今の私が変わり果てていても、それは私だと確信させてくれた。実行者はこの時我慢できません。屋台が欲しいのですが、実は私たちも域外から来たからに違いない。サリーに邪魔された。気を借りて話題を変えました。はっきりして形勢が悪い。花チンを買いに口実を設ける。すべて逃げた。私は彼が本当に花チンを買いに行ったと思った。わざわざ探してみました。結局彼は風景を見ていた。並んでいると約束しましたか？これが伝説の私じゃない静かにしたいの？でもこれはまだ終わっていない。明慶の後方。ここを見ているサリーだ。明慶は風景を見ている。明るい景色はサリーが見た風景です。事前に花チンを買いたかった。でもお姉ちゃんは私を売ってくれない。サリーを探しに戻るしかない。サリーはなぜ私たちを邪魔したのか説明した。この言葉はちょっと遠回りですが、簡単に翻訳してみます。翻訳してみると、私を思い出してほしい。あなたが私を思い出したから。私のことを思い出してもらいたいからではありません。あなたは必死に私のことを思い出したい。もしあなたが自分で私のことを覚えていなければ、私のことを覚えていない方がいい。私のことが思い出せなくて悩んでいたくもない。多分そういう意味だ。一日の収穫も大きいですね。明慶は夏さが 120% の認証を受けています。また夏さに会いましょう。サリーも違う感性を持った。夏さが避難所を設立するとき、まだ若い年に。あの時のサリーはわけがわからなかった。兄の後についてくることしか知らない。何事も兄が前で守っている。空が崩れても兄が支えている。でも彼らは子供だった。今明慶の話を聞いています。兄も普通の人間だと分かった。彼の責任感で無責任なことは許されない。ただ玄武という名前だけで。彼は旧域のためにたくさん払ったんです。星島避難所のリーダーという称号は。彼はまたいくら払ったのでしょうか。サリーは兄と話をしに行った。まず盗み聞きしてみましょう。実行者はきっとあなたの良い友達で一番信頼している人です。実行者がいなければ、私はきっと今の私ではなく、きっとここに到着できない。実行者に会うことができて、私の最大の幸運です。共に経験した風雨は、この岩のような絆を目撃した。あなたたちは仲がいいですね。たまにはみんなと集まって悪くないような気がする。じゃあこれからはこのイベントにたくさん参加してね。機会があればまたこのように招待してほしいと話した。じゃあ約束しましょう。サリーが陰でこんなに自慢しているとは思わなかった。一瞬で満足しました。兄を探してやっと結果が出た。あとは記憶が回復するまで待てばいい。瞬く間にしに来る。キムは姉を探している。小報道障害は穴の妙刀を流しています。小白は本当に屋台を出しました。アホ1番と2番は見ていませんでした。この話は今日の事件を知ってから。尻尾がすっかり火を長くして上がりそうだ。さすが俺だ。性能の優れた高特性地木がきっと異彩を放つことを知っていました。一回りしてから、正解の締めくくりにする時だ。明慶とサリーはもう明かりをつけるのを待っています。明かりをつけるなら必ず願い事をしなければならない。しかし実行者は悪い心を起こしました。サリーにわざと文句を言うんだ。サリーには何か違う願いがありますか？はぐれた家族は再会できます。私たちは自分が追っているものを見つけることができます。言ったらうまくいかないんですか？おい、お前が言ってくれたんだ。サリーはそれを聞いて恥ずかしそうになった。実行者に追われて騒ぐ。やっとお兄ちゃんを見つけました。彼女もやっとリラックスできるようになった。実行者はまた道の明慶を望んでいる。サリーに邪魔された。これで擬態ストーリーは全て終了します。今回のストーリーはもっと詳しくお話ししたいと思います。ふーちゃんがストーリーを解読しても1年以上になります。幻冬のストーリーの進歩は本当に目に見えます。人物の動作表情から文案の遂行まで磨きなさい。最初からの相互干渉。今まで文脈がこうしている。今回のストーリーは驚きました。
大雑把に見れば、いい正解の旅でした。緻密に見る。根底の断片か女児は深く考える価値がある。そして最も重要なのはストーリーが人物形成のためにサービスすることです。今回のストーリーでは、こうでも民の景色でも、二人ともなかなかいい形をしています。脇役の玉さんでさえ、下駄金。小白ら。様々なレベルの描写があります。同時にピリッとしたストーリーがメイドストーリーに繋がっています。これはストーリーをより深くしていきます。掘り下げる価値のある内容も増えています。今回の吹き替えはさらに陣中神です。元のストーリーを見に行くのが本当におすすめです。CV 先生は人物の心理活動と感情をセリフに溶け込んでいます。幻冬以降の表現がますます楽しみになってきました。着服から現在まで。幻冬に対する風の評価は変わらない。永遠の未来は期待できる。幻冬がどこまでいけるのか見たい。これも多くのロープレイヤーの考えかもしれませんね。今回のシナリオ解析はどうしてこんなに遅くなったのですか？私は最近幻脱中毒になったから。これは着服してからまた幻冬に夢中になりました。理由はこの武器を執念しているからだ。現在のプレイヤーの隠れたニーズを解決しています。だから幻冬は偶然のようなものだといった理由です。この武器について、ビデオを出して話したいと思います。どうやって幻の塔を転覆させたのか。はい、今期はこれで終わります。枯渇に注目する。違う幻の塔を体験してあげる。